プレッシャーいざやったら全然違いますからね。でも真空やろ。いや本番力でなんとかしたいと。おお、さすがアスリート。これ緊張これだ特殊入力で行かせていただきます。すいません、終わらせていただきます。あ、じゃあレバーでもやっていいってこと？レバーでもこれです。マジか。しかもミスらない。しかも見て。皆さんこんにちは、リレクトロート G の時生でございます。本日はですね、前回非常にご好評いただいたあの企画の第2弾を開催したいと思います。題してコマンド速度決定戦パート 2。 早速ゲストの皆さんをご紹介しましょう。順番に自己紹介の方をよろしくお願いいたします。はい、バブゲーミングの佐古です。よろしくお願いします。福島いぶし銀の小佐です。よろしくお願いします。韓国の TRX のレジャーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、企画ルールをご説明いたします、前回と全く同じなんですが、ストリートファイター6のトレーニングモードで竜を使い、ニュートラルの状態から真空波動拳を入力し、入力開始から完了までのフレームを測定いたします。 1P と 2P 側それぞれ5回ずつ行い、トータルの平均が最も早かったプレイヤーの優勝となります。各プレイヤーサイドで5回中2回ミスした場合は失格となってしまいます。ちなみにストリートファイター6の真空波動拳コマンドは簡易入力として波動拳コマンド2回のうちどっちかの斜めや抜けても OK となっているので、理論値の最速は5フレと、なっているわけでありますが、自信はどうですか、佐古さんから。そうですね、まあ俺はなんかめちゃくちゃ速いっていうよりかは、そのいつもコマンドの安定性をすごい重視してて、そう絶対にミスんない入力の方法とかを普段練習してんねんけど、今回のためにめっちゃ早く練習してきました。佐古さん速いイメージですけどね。いやでもね、玉抜けのSA とか回しどころがいいっていうのはあるんでしょうけど、まあ多分そうやと思うね。回すスピード自体は多分他の人とあんま変わんないぐらいのスピードで、ただミスんない。ただ今回もうプレッシャー、もういざやったら全然違いますからね。あ、ほんま？試合とか大会とかと。でも真空やろ。いや真空やろ言うて何万回出てきたと思ってる。さっき佐古さん前回の記録見てね、こんなもんなんだって言ってましたもんね。意外とこんなもんなんやなっていう。いや意外と遅いなと思って。盛大なちょっと前振りとしてね、このコメントを押さえさせていただいて、じゃあ本日よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。そしてパッド界からはこの方でございます。小佐さん。はい、実はチーム内で4人とも計測したことが過去にありまして、で僕やっぱり他のレバーレス勢から比べると早くはなかったんですけど、結構前の話なんで、今回それからかなり成長してるんじゃないかなっていうのをちょっと思ってて、あとはその緊張するって話なんですけど、ちょっと本番力でなんとかしたいと。さすがアスリート。パッドはですね、やっぱり真空コマンドがなかなか安定しないとか、逆に昇竜拳入れると真空が出ちゃうみたいな話も聞くんで、前回ねパッドはねやっぱちょっと難しそうだなっていう感じで終わっちゃったんで、今回ちょっとね、その確かにキッチパカ。アナログスティック。そうだ。十字キーね。そこのね違いもしっかりと今回はね検証していきたいと思います。そして今回この異色のデバイスでございます。レシャーさん、自信はどうですか？いや自信は正直わからないですね。キーボードでやっぱりコマンド入力をするっていう人は本当にいないんで、僕たちもねすごい楽しみにしてます、レシャーの結果。特に右やからね。あ、そうなんですよ。右手で利き腕で動かすキーボードなんで、あんま見ない。それがねどう出るか。ただねプレッシャーすごいからそこはちょっと楽しみにしといてください。頑張ります。1回目の記録はこちらのようになっております。ドン。僕と小作は、レバーレスで、マチャボーがレバーで、キチパはパッドでしたね。キチパはミスがやっぱ多かったんだけど、速さ自体はそこそこ速かったんですよね。あ、なるほど。これ結構速いです。僕から見ても速いと思います。これはまた急ミスしてますか？2P 側がでも 2P がちょっと難しいと思います、やっぱり。確かに左手でやる以上、そっか、動かす方向が
そうですね、重要っすもんね。はい、我々もねやっぱね 1P の方がその人差し指を使う側に 1P は入力できるんで、はい、そう 2P がやっぱりねこの薬指っていうのはなかなか動かすのが特に利き腕じゃない方は難しいんでちょっと遅くなってしまいましたね。まあそんな中ねマチャボーが終始安定してミスもなく、レバーはねすごいブレないから。ああそうっすよね。で攻めれますよね。そうやね、頑張ったら攻めれるけど、やっぱ攻めた分だけちょっとねやっぱフレームが飛んじゃったりする時もあるんで、速すぎて。そうなるほど。やっぱねレバーレスは同時押しをやっぱ作んないといけないとか、それがやっぱりねシンクハードちょっと難しいポイントなのかなと。まあただその入れ方もいっぱいあるから。あ、そうなんです。それも面白いポイントよね。いい今回ですね私特殊入力で行かせていただきます。すいません、終わらせていただきますこれまでの記憶はもう過去のものになるっていうことで、もういやもう話にならないですあ、じゃあレバーでもやっていいってこと？レバーでも全然レバーでもちょっと特殊な入力あって、あ、それもし見せていただけるんでしたら、はい、ぜひお願いします。多分びっくりすると思う。ただ見せると2回見せるとしっかり、そこがねかなり怪しくて3回は普通にやるから余裕ができた。そう、余裕ができたらちょっと披露します。なるほど。じゃあちょっとお願いします。はい、それではですね、実際の計測の前に皆さんどういう感じで入力しているのかを、見せてもらいましょう。時生さんどんな感じで入力されてる？下、斜め、はい、前、下、斜め、前、はい、どうですか？下、はい、前とパンチ。ちゃちゃこういう感じで斬新まで。そう、斬新まで持ってきます。なるほどね。これで最速入力だから1、2、3、4、5ですよ。理論値。なるほど。理論値出させていただきます。1P 側はもう普通に、はい、おなじみの特殊入力はどっちの？一応 2P 側。2P 側。一応 2P 側。なるほど。ちょっとそれも見せて。これです。今ので2回入ってるんですか？マジで早い。左手で1回やって回して中指で2回転目。びっくりするぐらい早いだと。楽しみですね。さすがに実践導入には至らない。ブレるから毎回できない。そうです。そう。どれも手の角度とかも変わってます。そう。ちょっとね変えないと。なるほど。体の向きを変えないといけないから。なるほど。ちょっと難しい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ細田さん。はい。そうですね。僕は方向キー使ってて、もう本当にただこういう感じですね。すごい。力技でグリグリっとこう。結構めっちゃ速そう。なんか下が長く入っちゃうことが多くて、僕が計測してる時に今日そこが課題かなと思ってます。手袋によって滑りも。そうですね。滑り方もいいし、あと指大きくなるんで、少ない動きでいきますね。はい。2P 側も同じ感じですね。やっぱ親指の方向がこっちなんで、1P の方がこう動かしやすく、2P はちょっと動きが増えちゃうのかなっていうふうに思ってます。なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあレシャさん。はい。レシャさんの右手で。いや、僕は1ゲージをこれが多分普通ですけど他の人には、僕はこれを使ってはないです。練習はしていますけど、僕は指をこれでやっています。根性入力ない。はい。それで稼働ができないですね。あ、そういうこと。はい。なるほど。打つときにやっぱこっちが弱いから、練習はしています毎日。でも使わないです。安全じゃないから。2P 側は。2P 側は余裕ですね。僕もなんか下やってながら、これとか。速そう。こういう感じです。時生さんの 2P 側の入力は確かにこれ、いや 2P 側ねどうしようかなと思って迷ってるもん1P だけもしかして一応
まあこうですよ。1、2、3、4、5。そうですね。でもね、あれやっぱり 2P はこれでいこうかな。普通。なるほどね。だからこれと同じぐらいかなるほど。じゃあ 1P でリードを作って、も。そうです。そう。平均で決めるんですよね。ああ、なるほど。そう。1P、2P の平均か。そうです。なるほど。では行こうと思います。はい。お願いします。それではいよいよ計測していきましょう。まずは 1P 側で順番に4人計測していきたいと思います。はい。トップバッターは佐古さんお願いします。お願いします。はい。いや、まあ多分これぐらいが普通に入れた感じ。確かに緊張するなこれ。15。早えな。まあちょっと早めに。ああ、なるほど。なんかそう早めにするとそうなっちゃうけど、でも早そう。13。めっちゃ早い。マチャボーも 1P は13は出てなかったですからね。いきます。ああ、こうなっちゃうねんな。そう、下が入んなくなっちゃうねんな。次見せたらアウト。一応記録的にはアウト。ああ、もう急にこれかかってくる。じゃあ普通にやろう。いきます。おお、今めちゃ安定させに来ましたね。逆に遅かった。普通に入れたら多分もうずっと16やから。いきます。おお。いやー、ちょっとな。1P やったらこんなもんかな。サボさんすごいのが最後の前とパンチが大体同時っすね。そこはもう昔から意識してて、そうやっぱ先行入力効かないゲームやってたから、ちゃんと前押してボタン押さないと技が出ない、昔のゲームって。そういやでもこれ以上早くやろうとするとやっぱ出てくる。俺多分でもここ繊細だからな。ミスって終わりそうな。パッドはでも実際そうなりやすいと思う。そうですよね。今のに比べて。緊張しますね。緊張しますね。今回そのコサさんはアスリートのメンタル枠に呼ばれたみたいな感じ。ただ2回ミスで失格が結構怖すぎる。あれでもスピードスケートはフライングはどうなんですか。フライング2回目した人が失格ですね。じゃあ一緒なんです。いやーでもフライングで失格したことないんで僕は。パッドって姿勢難しそうやな。そうですね。背筋伸ばした方がいいんだなって今思いました。普段は結構こう寄りかかってるんですけど、多分背もたれにもたれかかると下が抜けやすい。早っ。やっぱ下が長いな。早くない？8、10、14。早っ。お。14。安定してんの。お、速そう。下か。まあ下抜けが多いやろな。お、安定した。ちょっと遅いですね。ちょっと安定したな。めっちゃ早い。やば。8、10、14。おお、すげえ。これはかなり上出来です。自分的にも16か7だったんですね、平均が前。時々さん最速入力しても2がでまくられることは息止めた方がいいですね。息を絶対止めた方がいい、この種目は。ってことは分かりました。はい。ありがとうございます。レシャーさん、こういうプレッシャーのあるところでのパフォーマンスはどうなんですか？弱いですね。絶対嘘や。それでは 1P 側レシャー選手お願いします。頑張って。頑張ります。緊張してますね。まあ自分のタイミングで。1回目重要だからね。成功させた方がいい。1回目ゆっくり。そんなにさ。
と下がある下が。が入っていない。成功したらやばいこれ。成功したら10か11とか。 11か。はい。やば。これ緊張これだ超緊張するからこれ本当は。まさかの。早っ。ちょっと早い。11？なんか下がやっぱりそうだね。そこ2回目の下が入ってないね。早っ。これ10じゃない。10だ。1P でこれか。早っ。10が新記録。あ、新記録になるんだ。またこの11がこれまでの最高。あ、本当だ。いやー下ですね。今度はニュートラすら入らず。あ、本当だ。11。おいね。11。すげえ。ありがとうございました。お疲れ様でした。さて、真打ち登場でございます。まだ10分で10はすごい。マジか。しかもミスらない。しかも見て一切無駄な入力ないです。そうっすね。だから俺これでいいのって言ったんですよ。いいって言うからじゃあもうそんなことできるんだったらやってくださいよみたいな。好きに終わらせて普通にやりたかったんですよ。安定した。だいぶ安定した。だいぶ安定した。まあでも11ですよ。それでも早い。すごい慎重にやったと思ってんけど、それでも早かったな。まあもう一回安定した。まあ徐々に行きますから。徐々に行きますから。かかってくるここから。まあでもめっちゃ早い。今何回やった？まだ2回。うわめっちゃ緊張した。一回最速いかへん。一回まだまだ13。え？ここで稼いとかないと勝てないんですよ。そうそれ忘れてたわ。10か。これで10か。いきます。確かに。5フレで前回ジャスコーンでこれカットしたちょっと下前やよくあるやつや。マジか。いきます。はい。お早い。いやまあでも相当まあ結果以下によってはちょっと 2P 側でも解禁せざるを得ない。2P 側とどうやんの？でも練習してないからな。次だら時野さんから。ああなるほど。そっか。逆から。じゃあ俺最後。はい、それでは 1P 側の集計結果が出ましたので、今チェックしていきましょう。サコさんが1ミス15、そしてコサさんが1ミス 14.4、レシャーは4ミス 10.8、時戸1ミス 11.2 というですね。これはでもいけんじゃない？逃げ切られそうな。どうしよう。これだいぶ攻めなあかんな。これでもなミスるとな。失格ルールがいい味出してる。そう失格ルールが最後にやれないのが難しい。いやこれそうなんですよ。俺一発目なんですわ。俺これ見て判断するもん。そうですね。サコさん特に 2P だから早そうだもんな。確かに。いやでもここで僕が失格しちゃうと寒いんですわ。プレッシャーかかんなくなっちゃうんですよ。俺が安定行動で確かに良くなっちゃうから。まあ5回あるんで流れで決めます。
16かな。うん。集中した。集中した。なるほど。前入ってなかった。何も。いや、これも攻めるね。めちゃくちゃ安定してる。14、21。これは勝てそうやな。平均で勝てそうやな。21。次ラスト。いいじゃないですかこれは。エア。いきます。はい。まだこの企画続きそうですね。これは速そう。早い。13か。今特殊入力です。はい、ありがとうございました。いやー、こういうことあるんだね。やっぱ下やねんな。緊張しています。でもさ、ちょっと話途切らしちゃうけど、バーンアウト中にさ、はい、あなた SH ですごいよく返すじゃん。でもそれが僕がやるのは下ながら。なるほど、下は最初してるから。入力方法違うの？いやいや、これでもそれは同じなんだ。最初だけですよ。2回目の下は結局入れ直してるから。まあでも感覚が変わりますよね。そうね、確かにね。いきます。なんで早くやろうとするあまり横も入っちゃってるんだよね。早く。確かに。2回目の横がもうちょっとずらさないといけない。まあ自分のペースでお願いします。早っ。ちょっと安全します。これはちょっと遅く、ゆっくりやりました。いいんじゃない？早いと思う。確かに。ちょっと早くしようとしたね。はい。そう。いや、早いね。いや、これもちょっと遅い。ゆっくりやってるように見えるけど、それでもめっちゃ早い。なんだ。早そう。いや、いいな。でも欲しい。12ですか。何か。いや10と11と12しかない。確かに。ちゃんと全部早いね、すごいな。もう優勝の可能性があるのは2人しかいない。そうですね。確かに。アスリート。次側の片や面白いおじさんということで。面白いおじさん。俺？もう攻めでいこう。攻めると佐古さんにどうせ勝てないんで。なるほど。はい。2回目の下ですね。やっぱ下が硬いな多分。俺は苦しい。ちょっとリラックス。はい。いやでもやっぱ成功させんだ。すげえ。確かに。ミスからはすげえ。いやしかもかなり速い。パッドでそのスピードやばない。多分パッドは逆にニュートラからの方がいいのかもってちょっと今思ってました。思いながら。なるほど。やっぱ違いますね。アスリートのメンタル。やるしかないですからね。フライング1回しても。めっちゃ速そう。今特集いや普通に。
通だ5、6、7、8、9、10。佐古さんも攻めるからな。早っ。9だ。9だ。これ最高 6で出したことあるから。2P 側ラストの佐古選手、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。頑張ってください。頑張ってください。まず普通に、はい、普通に速い。まあちょっと遅かったかな。いやでもやっぱミスする気がしないわ。そうですね。とりあえずミスをなくすっていうのね。まずはそうですよね。ちょっと早めにいきます。おなんぼ？あ、ちょっと横に入りすぎたか。13。マジ？だんだん。そろそろ解禁しますか？解禁しますか？お任せします。4回もお願いします。いけるかな。これちょっとね、勝負いかないとね、男じゃないんでいきます。いや10だ。レバー最速。ラストお願いします。どう？10。ああ惜しい。惜しい。しかし早い。素晴らしい。はい、それでは全ての計測が終わりました。最終結果はこちらとなっております。ドンということで優勝は佐古さんとなりました。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、さすがですね。まあやっぱレバーのいいとこやね、そのブレない、ミスも少ないし、非常に安定して、さらにですね、最後の、2回特殊入力でチャレンジして、しかもワンミスからの2成功で見事番組的にも成立させるというそしてコサさん、はい、特に 2P、 そうですね、開幕のワンミスからあそこまで安定して出すのはもう脱帽です。びっくりしました。はい、てか 1P、2P 両方とも同じぐらいのスピードなんかすごい。あ、そうですね。やっぱり左2P 側ってめっちゃむずいと思うね、パッドって。そうですね。それでもこの速さやから、いやすごいなと思って。今日新たな発見もあってすごいありがたかったです。はい、またぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。僕とレシャはまあ失格でどうでした？どうでした？今日で速さだけでは勝てないだとよかった確かに速さだと、11.5 でぶっちぎりで速いんですよ。右手だからっていうのはやっぱ結構ありそう。ああ、まあ一応利き腕。僕も 1P やっぱり良かったんですけどね。いやめちゃくちゃ速かったよ。そうですね。いや完全に終わったと思ってた。練習見てると気が。やっぱ 2P やな。まさかそんなぬるくやってると思う。もうちょっと 2P も仕上げてくるのかな。いや俺正直 1P しか練習してこない。なるほどね。1P でひょっとしたら逃げ切れるのかなと思ったけど、やっぱダメでしたね。はい。いやでもめちゃくちゃ速かった。 2P もしっかりやんないと、まあこの企画勝てないんだなってことが分かりましたんで、承知させていただきます。はい、それでは本日の企画は以上となります。この企画皆さんチャレンジできると思いますので、ぜひともやってみてください。皆さん告知などがあればぜひこの場でよろしくお願いいたします。年末までやることなくなっちゃったんで、個人配信でも頑張ろうと思って、さこのこゲームチャンネルぜひともよろしくお願いします。お願いします。なんか今ドラクエもやってるし、もういろんなゲームやりたいなっていう欲が出てきてるんでやっていきます。はい、お願いします。2月の23日に新規国家試験を今控えているんですけど、時間空いた時に配信等をやっていくので、そちらもどうぞよろしくお願いします。頑張って、はい、ありがとうございます。はい、レシャさんは？僕はない本日は皆さんお忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございます。よかったら皆さんもチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また。バイバイ。